課税になる以外なものは解禁。民事裁判や和解におけるお金のやり取りは、その名目ではなく実態によって税務上の扱いがガラリと変わります。原則として、損害を穴埋めするもの実損補填は非課税ですが、利益が増えるもの利得や対価性があるものは課税されるという考え方がベースにあります。これも課税なのという意外なケースを整理しました。1、意外に課税されるもの。これらは何らかの利益を得たとみなされるパターンです。遅延損害金利益分。たとえ元本慰謝料などが非課税であっても、支払いが遅れたことによる遅延損害金は、雑所得として課税対象になります。これはお金を運用して得られた利息と同じ扱いになるためです。遅延損害金がなぜ課税されるのか、そのロジックは非常にシンプルですが、受け取る側からすると損害に対する賠償なのに、なぜ税金が、と疑問に感じやすいポイントです。利息としての性質と法的な考え方。日本の所得税法では、所得を10のグループに分けていますが、遅延損害金は雑所得に分類されます。法的な考え方の根拠は、最高裁判所の判例や国税庁の通達にあります。慰謝料そのものは心身に加えられた損害を埋め合わせるものであり、プラスの利益ではないため、所得税法第9条により非課税と定められています。一方で、遅延損害金は本来支払われるべき時期に支払われなかったことによる損害賠償という名目ですが、実態としては支払いが遅れた期間、そのお金を相手に貸し付けていたことに対する利息対価とみなされます。つまり、元本とは別に発生した新たな経済的利益と判断されるため、課税の対象となるのです。根拠となる法令とルール。所得税法施行令第30条では、非課税となる損害賠償金の範囲を定めていますが、ここには心身に加えられた損害や不法行為による損害などが並びます。しかし、金銭債務の履行地帯による損害賠償遅延損害金は、これら心身の損害そのものには含まれないというのが税務上の解釈です。また、所得税法基本通達36、8雑所得の帰属時期などの規定により、遅延損害金は、原則として判決が確定した日や、和解が成立した日の属する年の所得としてカウントされます。実際に話題となった事例、遅延損害金の課税が大きな注目を集めたケースとして、大規模な B 型関延訴訟の和解金が挙げられます。この訴訟では、国が被害者に支払う給付金自体は、身体への損害に対する賠償として非課税とされました。しかし、提訴から和解まで長い年月がかかったことから、給付金に上乗せして支払われた遅延損害金年 5% 相当については、国税局によって課税対象の雑所得であると明確に示されました。この際、多くの原告が病気の苦しみに対するお金なのになぜと困惑しましたが、法律上は元本給付金非課税遅延分利息相当課税という切り分けが徹底されました。計算の具体例、例えば、裁判の結果として以下の金額を受け取ることになったと仮定します。慰謝料元本1000万円、遅延損害金5年分250万円、合計1250万円。この場合、手元に届くのは一括の現金ですが、税務申告が必要なのは250万円の部分のみです。この250万円から、その遅延損害金を得るために直接要した費用弁護士費用のうち、遅延損害金に対応する案分額を差し引いた金額が、雑所得として他の所得給与などと合算され、所得税率が決まります。もし確定申告を忘れてしまうと、後から税務署より指摘を受け、延滞税などがさらに加算されるリスクがあるため注意が必要です。B 逸失利益給与の補填。交通事故や不当解雇などで、本来得られるはずだった給与を補填してもらう場合です。これは本来給与として課税されるはずのものを取り戻しただけなので、課税事業所得や給与所得などの対象となります。逸失利益への課税については、身体へのダメージか、それ以外かという境界線で扱いが真逆に分かれます。ここが実務上、最も勘違いされやすく、かつ慎重な判断が求められるポイントです。課税と非課税を分ける決定的な基準。逸失利益とは、もしトラブルがなければ得られたはずの利益ですが、
その原因によって法律上の扱いが異なります。所得税法第9条第1項第17号及び所得税法施行令第30条に基づき、以下のルールが適用されます。身体の障害に起因する場合は非課税。意外かもしれませんが、交通事故などで怪我をしたり、行為障害が残ったりしたことによる逸失利益は非課税です。本来得られるはずだった給与の補填ではありますが、法的には、身体というかけがえのない財産を傷つけられたことに対する損害賠償という側面が強く反映されます。最高裁判所の判例昭和49年4月26日でも、身体の侵害に伴う逸失利益は非課税であるとの考え方が示されています。身体の障害以外不当解雇などは課税。一方で、ご質問にある不当解雇や、役員の不当な解任などに伴う逸失利益は課税されます。この場合、身体を傷つけられたわけではなく、単に雇用契約や経済的な地位という権利が侵害されたに過ぎません。支払われる解決金は、実態として未払い賃金や退職金の性質を持つため、所得税の対象となります。根拠となる法令と法的な考え方。所得税法施行令第30条では、非課税となる損害賠償金を、心身に加えられた損害や資産の損害に対するものと限定しています。不当解雇による解決金などは、資産体や物への直接的な損害を埋めるものではなく、単に得られるはずの所得が喪失したことを補填するものです。そのため、所得税法基本通達918において、収益の補填として課税対象になることが明記されています。実際に話題となった事例。有名な事例としては、大手企業の従業員が不当解雇を訴え、裁判上の和解で数千万円の解決金を受け取ったケースがあります。この際、和解条項に慰謝料と明記されていても、その金額が年収の数倍に及び、実態として解雇期間中の賃金や退職金の性質を持っていると、税務署が判断すれば、給与所得や退職所得として課税されます。実際に、過去の税務裁判でも、名目上は損害賠償金であっても、その算出根拠が解雇されなければ得られたはずの賃金であれば、給与所得に該当するという判断が維持されています。算出の具体例と税区分、不当解雇の解決金として500万円を受け取った場合、その性質によって計算が変わります。給与所得とされる場合、解雇期間中のバックペイ訴求賃金とみなされると、通常の給与と同じく源泉徴収の対象になります。退職所得とされる場合、雇用関係の終了を条件に支払われるなら、退職金扱いです。退職所得控除が使えるため、税負担はかなり軽くなります。このように、逸失利益は、その原因が体の怪我なのか、仕事のトラブルなのかで、税金がかかるかどうかが180度変わります。C 解決金という名の口止め料や対償苗。解決金という名目で支払われるお金のうち、口止め料支費義務の対価や特定の行為への対償苗とされるものについて解説します。対価制という考え方。税務上の最も重要な判断基準は、そのお金に対価性があるかどうかです。非課税となる慰謝料は、受けたダメージを回復させるためのマイナスの補填です。一方で、口止め料や対償苗は、何かをすること、あるいはしないことに対して支払われるサービスの対価や協力費とみなされます。法的には、何かを行う義務作為や、何かをしない義務不作為を引き受けることへの報酬という構成になるため、それは新たな利益、つまり所得であるという考え方になります。根拠となる法令と解釈。所得税法第36条では、収入金額とすべきものとして、金銭だけでなく権利の取得や経済的利益を挙げています。また、所得税法基本通達3号1では、雑所得の例示として役務の提供の対価が含まれています。口止め料は秘密を保持するという役務サービスを相手に提供し、その対価としてお金を受け取ったと解釈されるため、資産の損害を埋める損害賠償金には該当せず、雑所得として課税対象になります。具体的な事例と裁判所の判断。過去の事例では、退職の際に会社に対する一切の請求を放棄し、
かつ在職中に知った情報を他言しないという条項を条件に解決金が支払われたケースがあります。納税者側は会社から受けたハラスメントに対する慰謝料非課税であると主張しましたが、税務当局や裁判所は以下の点を厳しくチェックしました。その金額が精神的苦痛の程度に比して高額すぎないか、和解書の中に秘密保持や寄与異業非した者で働かないことなどの条件が明文化されているか、金額の算出根拠が給与や勤続年数に基づいているか、もしは解禁の中に純粋な慰謝料だけでなく情報を漏らさないことへの謝礼が含まれていると認定されれば、その部分は雑所得として課税されます。意外な落とし穴は会所の文言。実務でよくあるのが、慰謝料と口止め料を区別せずに一括で解決金としてしまうケースです。税務署の調査が入った際、そのお金の性質が損害の補填であることを証明できないと、全額が対価性のある雑所得として課税されてしまうリスクがあります。そのため、本来は非課税であるはずの慰謝料部分まで税金がかかってしまうという事態になりかねません。所得区分の考え方。口止め料や対次苗として支払われるお金は、一般的に以下の区分で課税されます。雑所得他に分類できない所得として、給与など他の所得と合算して総合課税されます。一時所得営利目的ではなく、かつ役務の対価性が薄い懸賞金的な性質とみなされた場合、50万円の特別控除が受けられる可能性がありますが、口止め料は契約に基づく対価とされることが多いため、雑所得とされるのが通例です。このように、解決金という言葉の裏にある何のために支払われるのかという合意内容こそが、税務上の運命を分けます。精神的苦痛への賠償ではなく、この件を口外しないことへの対価、や退職することへの同意料といった意味合いが強いと判断されると、雑所得として課税されます。2、意外に非課税になるもの、心身や資産に受けたマイナスをゼロに戻すためのものは、広く非課税が認められています。弁護士費用相当額。弁護士費用は、日本の裁判制度において意外なルールと税務上の扱いがあります。そもそも請求できるのかという点と、なぜ非課税なのかを整理します。そもそも弁護士費用は請求できるのか。原則として、日本の民事裁判は本人訴訟自分で裁判をすることが認められているため、弁護士を雇うかどうかは個人の自由であり、その費用は自己負担が原則です。これを本人負担の原則と呼びます。しかし、例外的に相手に請求できるケースがあります。不法行為に基づく損害賠償請求、交通事故、不倫、名誉毀損、ハラスメントなどの不法行為を理由とする裁判では、裁判所が弁護士費用を損害の一部として認めます。これは、専門知識が必要な裁判において、弁護士を雇うことは、権利を守るために避けられない支出損害である、という考え方に基づいています。ただし、実際にかかった費用の全額ではなく、任用された損害額慰謝料などの合計の1割程度が目安として加算されるのが実務上の通例です。契約書に定めがある場合、企業間の契約などで、あらかじめ契約書の中に紛争が生じた場合の合理的な弁護士費用は、敗訴者が負担するといった条項がある場合は、契約に基づいて請求が可能です。なぜ弁護士費用相当額は非課税なのか。裁判や和解で相手から支払われる弁護士費用相当額は、原則として非課税です。考え方の根拠財産的損害の補填。税務上の考え方は、このお金が手元に残る利益利得ではないという点にあります。所得税法上の非課税規定所得税法施行令第30条では、資産に加えられた損害につき、支払いを受ける損害賠償金は非課税とされています。弁護士費用は、相手の落ち度によって裁判を余儀なくされたことで、本来払わなくてよかったはずの自分のお金が減ってしまったという、財産的な損害です。相手から支払われる弁護士費用相当額は、その減ってしまった財産をマイナスからゼロに戻すための補填に過ぎません。したがって、新たな利益が発生したとはみなされず、所得税はかからないのです。国税不服審判所の判断事例。過去の裁決平成22年4月22日においても、
不法行為によって支出を余儀なくされた弁護士費用を補填するための賠償金は、非課税所得であると明示されています。さらに、この弁護士費用に対する遅延損害金までもが、主たる賠償金と一体のものとして非課税と判断された興味深い例もあります。注意が必要なのは、この非課税のルールは、あくまでも実費の補填として相当な範囲に限られるという点です。もし実際の弁護士費用を大幅に超えるような多額の金額が解決金に含まれている場合、その超過分は対価性のある利益とみなされ、課税される可能性があります。裁判で相手に負担させた弁護士費用は、自分に入ってくる利益ではなく、損害の補填とみなされるため、一般的に所得税はかかりません。B、不倫の慰謝料、精神的苦痛に対する損害賠償金は、金額が社会通念上相当な範囲内であれば、全額非課税です。不倫の慰謝料がなぜ非課税になるのか、その法的な枠組みと社会通念上という言葉の裏側にある基準について解説します。精神的苦痛と損害賠償の考え方。不倫法的には不貞行為によって支払われる慰謝料は、配偶者としての権利や家庭の平穏を侵害されたことによる精神的苦痛に対する賠償金です。所得税法第9条第1項第17号では、心身に加えられた損害に起因して支払いを受ける損害賠償金は非課税であると定めています。精神的なダメージは、目に見えないだけで心身への損害とみなされます。このお金を受け取っても、傷ついた心が金銭で癒されるマイナスがゼロに近づくだけであり、受け取り人が経済的にプラスの利益利得を得たとは考えないのが法的な基本スタンスです。社会通念上相当な範囲とは何か。ご質問にある社会通念上相当な範囲という言葉が、実務上の鍵となります。所得税法施行令第30条において、非課税となるのは相当な金額までとされています。具体的には、過去の裁判例や一般的な相場に照らして、あまりに高額すぎる場合は、慰謝料という名目を借りた贈与や利益供与と疑われる可能性があります。不倫慰謝料の裁判上の相場は、離婚に至るかどうかや婚姻期間によりますが、一般的に50万円から300万円程度とされています。もしこれが慰謝料という名目で3000万円支払われた場合、税務署は相場を超える部分について、実質的に贈与税の対象であると判断するリスクがあります。根拠法令と裁判税務の事例。根拠となるのは、先ほども触れた所得税法第9条とその施行令第35条非課税とされる損害賠償金等の範囲です。過去の税務事例では、不倫相手から多額の金銭を受け取った際に、それが純粋な慰謝料なのか、あるいは今後会わないための手切れ金対価性のあるものなのかが争点になることがあります。例えば、相手が非常に資産家で、相場を大きく超える金額を和解金として支払った場合、それが精神的苦痛の深刻さに基づくと客観的に説明できれば非課税ですが、単に口止めや愛人関係の解消に伴う財産分与的なものと判断されると、課税対象一時所得や贈与になる可能性があります。家族間での支払いについての特例。不倫をした配偶者本人から離婚に伴って支払われる慰謝料についても同様に非課税です。ただし、現金ではなく不動産価で慰謝料を支払った場合は、少し複雑になります。受け取る側は非課税ですが、渡す側不倫をした側に、その家を売ったとみなして譲渡所得税がかかるという、非常に意外な落とし穴が存在します。まとめ、不倫の慰謝料が非課税であるための条件は、以下の通りです。名目だけでなく実態として精神的苦痛への賠償であること。金額が過去の判例や社会情勢に照らして異常に高くないこと、口止めなどの対価性が含まれていないこと、このように、慰謝料は基本的に受け取る側に税金はかかりませんが、金額の決め方や名目次第では税務署のチェックが入ることもあります。C、建物の欠陥に対する賠償金、マイホームの欠陥による修繕費相当額などは、資産の価値が下がった分を補うものなので非課税です。ただし、これを機にグレードアップして価値が上がった場合は、その差額が課税対象になる可能性があります。建物の欠陥に対する賠償金について、資産を守るという観点から、なぜ非課税になるのか、
そしてどのような場合に課税リスクが生じるのかを解説します。資産の損害を補填するという考え方。このケースの根拠となるのは、所得税法施行令第30条第1号です。ここには資産に加えられた損害につき支払いを受ける損害賠償金は非課税であると明記されています。法的な考え方としては、マイホームに欠陥がある状態は、本来あるべき資産価値が目減りしているマイナスの状態です。これに対して支払われる賠償金や修繕費は、そのマイナスを埋めて、元の正常な価値ゼロの状態に戻すためのものです。したがって、受け取った側に新たな経済的利益が発生したとは見なされず、所得税はかかりません。グレードアップが課税対象になる理由。注意が必要なのは、ご質問にある価値が上がった場合です。例えば、もともと安価な外壁材を使っていた場所に欠陥が見つかり、賠償金を使って最新の最高級タイルに張り替えたとします。この場合、単なる復旧を超えて、建物の資産価値が以前よりも高まってしまいます。このように、損害の回復という枠を超えて明らかに以前より良い状態になった部分は、税務上は収益利益とみなされる可能性があります。根拠となる法令と解釈の運用。所得税法基本通達9、21損害賠償金等により取得した資産の取得価額に関連する考え方では、賠償金によって資産を取得したり改良したりした場合の扱いが示されています。基本的なスタンスは以下の通りです。修繕に充てた金額非課税資産の現状回復。修繕せずに手元に残した金額非課税資産価値の下落に対する補填。修繕によって価値を高めた差額課税贈与や一時所得に近い利益。ただし、実務上は現在の建築基準に合わせるための不可避な改良や同等品が廃盤であるための代替品への交換などは、社会通念上相当な範囲であれば、厳格に課税されることは少ない傾向にあります。具体的な事例と裁判所の判断。過去には、マンションの構造欠陥をめぐって住民側がデベロッパーから多額の解決金を受け取った事例があります。この際、解決金が建物の補修工事費や建物の価値下落分評価損として支払われた場合は非課税とされました。しかし、もしこれに加えて迷惑料や協力金といった名目で、修繕費とは明らかに無関係な上乗せ金があった場合、その部分は一時所得として課税対象になるという判断がなされることがあります。算出の具体例と注意点。例えば、雨漏りの修繕費用として300万円が必要なケースで、以下のようになると呼気が変わります。300万円を受け取り、そのまま同じ仕様で直した全額非課税。300万円を受け取り、直さずにその家を売却した全額非課税売却益の計算には影響します。300万円の損害に対し、交渉の結果500万円受け取った差額の200万円は課税対象一時所得となる可能性が高い。このように、建物の欠陥に対する賠償金は、あくまでも損をした分を取り戻すという枠に収まっているかどうかが重要です。もし、これから建築会社や不動産業者と交渉を行う予定であれば、和解金の内訳を修繕費や建物価値の減損分として明確に区分しておくことが、後々の税務リスクを避けるコツになります。いかがでしたか？意外な課税非課税があったのではないでしょうか。この情報が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いいたします。